ここどこだと思っているんだ？入る店を間違えたのか？父と訪れた高級料亭の廊下で、俺は会社員時代の先輩と再会してしまう。先輩は漁師になった俺を見て笑う。お前らがここにいたら、料亭の価値が下がるだろ。貧乏人は海にでも行け。こいつはどこまで俺たちを侮辱すれば気が済むのか。嫌になった俺と父はきびすを返す。お待ちください。しかし、そこに血相を変えた上司が飛び出してきた。大学なんて行く必要はない。俺の後を継げ。俺は五味隆弘。大学受験を控えているとき、突然父から家業を継ぐよう言われた。父は地元の漁師で、早朝に出発しては深夜まで帰ってこない。加えて口数も少ない性格だったから、同居しているのにほとんど会話がなかった。そんな父が珍しく話しかけてきたわけだが、それはなんと家業を継げというもの。しかも言い方もかなり悪い。俺は思わずカッとなってしまった。何勝手なこと言ってんだよ。だいたい今のご時世、漁師なんて流行らないだろ。それに体を悪くしてしまえば稼げなくなる。加えて将来性もない。俺は昔からそんな風に考えていた。世間で後継者問題が騒がれていることは知っている。息子が後を継ぎたがらないことを父の仲間が愚痴っているのを盗み聞きしたこともある。しかし、だからといって家業を継ぐことを強要されるのは我慢ならなかった。俺は大学に行っていい会社に就職する。何の保証もない漁師なんて絶対やらないからな。俺は父の反対を押し切って大学へ入学。そして一人暮らしを始めた。このまま家にいたら漁師になれと父からしつこく言われるのは間違いなかったからだ。一人暮らしを始めたとき、父とは全く会話しなくなった。時々母が電話してきて、俺の近況を聞く程度だ。父さんどうしてる？今不良らしくて、今日も集まりから帰ってこないのよ。漁師は自然に左右される職業。父は漁師になるよう俺に強要したが、収入が安定しない仕事なんて誰がやりたがるのか。漁師という仕事に見切りをつけた俺は、それ以降家業について考えるのをやめた。大学を卒業した俺は、大手食品メーカーの企画部に就職。会社経営に関わるこの部署は、今までにないやりがいを俺に与えてくれた。自分で集めた情報を用いて企画し、それが採用されたことで業績がアップする。つまり努力が視覚化されるわけで、当然モチベーションにもつながった。君のおかげで今月も助かってるよ。ありがとうございます。地道に仕事を重ねた俺は、上司からも高い評価を得るようになった。自分のやることに自信を持つようにもなっている。さすがは俺の弟子だな。俺も鼻が高いよ。熊沢さんの教え方が良かったからですよ。感謝してもしきれないです。先輩の熊沢さんは入社当初からずっと面倒を見てくれている。他の社員からも慕われる熊沢さんは指導の方法が上手でコミュ力も高い。
だからいつも誰かの相談に乗っていたし、俺もいつも助けられていた。俺、いつかもっと大きな企画を成功させて昇進したいんです。お、俺も超えていくか。とんでもない。その頃にはきっと熊沢さんはもっと上にいるはずです。俺は熊沢さんとなら夢を叶えられると思っていた。だがその夢はある日突然めちゃくちゃになってしまう。ある日出社した俺は社内が大騒ぎになっていることに気づく。俺を見つけるなり同僚が青い顔をして、お前のパソコンから社内の情報が流出したらしいぞと告げてくる。そんな、ありえない。大急ぎでパソコンを確認した俺は、パソコン自体にはロックがかかっていると知る。しかし、メール送信履歴を見た瞬間、俺は絶望した。俺のアドレスからライバル会社へ社外費の情報が添付ファイル付きで送られているではないか。これは金銭的な被害だけでなく、会社の信用問題にもつながる。提携他社への影響だって大きいだろう。だからこそ俺は徹底的な情報管理を行っていたわけだが、こんなメール間違っても送るわけがない。きっと誰かが俺のパソコンを使って流出させたんだ。そんなことして何の得になるんだよ。それはわからないけど、同僚が口にした通り、自社の損になることをする必要なんて一切ない。加えて、なぜパソコンを開くパスワードが漏れていたのか。わからないことだらけだったが、疑問はすぐ明らかになった。俺が練っていた企画が、どういうわけか熊沢さんの企画として上に提出されたのだ。まさか、熊沢さんが？俺は頭の中が真っ白になった。熊沢さんに限って、そんなことをするはずがない。するはずがないと思いたかった。だが、最も長い時間一緒にいたのも熊沢さんなのだ。パソコンのパスワードを盗み見することも難しくなかったかもしれない。俺は何も警戒していなかった。俺が不在中に熊沢さんが俺のパソコンから企画を抜き取った。それだけでなく、さらに社外費の情報を流出させた。信じたくはなかったが、状況を考えるとそれしか考えられなかった。あれは俺の企画です。取り消してください。俺はすぐに熊沢さんを問い詰めた。そんな証拠どこにある？それに情報を流出させたやつの言うことなんて誰が聞いてくれるんだ？熊沢さんはゲスな笑みを浮かべていた。まさにその通りで、手柄を横取りされただけならともかく、俺には情報流出というやらかしがある。だから誰も俺の話をまともに聞いてくれなかった。俺は無実です。流出なんかさせていません。そんな証拠はどこにもないよ。無駄な言い訳はやめてくれ。必死に訴えるが、誰も聞き入れてくれず、早々に俺は退職に追い込まれてしまうのだった。そして退職日、横取りされた俺の企画が成功したことを知らされる。心底嬉しそうに報告してきたのは、横取りした張本人こと熊沢さんだ。いやー、お前のおかげで昇進間違いなしだわ。ありがとうよ。そうですか。まあ、退職するお前には関係ない話だよな。せいぜい田舎で頑張れよ。俺は
怒りに打ち震えたが、今さらどうにもならない。決定が覆るわけでもないから、俺は絶望して会社を去るしかなかった。退職後、しばらくの間は似たような会社への再就職を目指した。しかし、前職のやらかしが悪い影響を与えているのか、どんな会社に履歴書を送っても面接までたどり着けない。貯金も間もなく底をつく。俺は途方に暮れるしかなかった。実家から久々の連絡があったのはそんなタイミングだ。今どうしてる？ちゃんと食べているかい？母さん、それが。俺は仕事を辞めたこと、情けないがこっちで暮らすのはもう無理だと思うと告げた。それなら帰っておいで。部屋はいつも掃除してるから綺麗だよ。今の俺には母の言葉が本当に染みた。こうして行き場を失った俺は仕方なく実家に帰ることにした。久しぶりの我が家。何も変わっている様子はなかったので、俺は思わず懐かしさを感じてしまった。明日から仕事を手伝え。実家に戻ってきてから数日後、部屋でスマホをいじり仕事を探していると、親父が突然部屋に現れた。親父はそう言うと、返事も聞かずにさっさと消えてしまう。自分勝手だな。そうは思ったが、実家にいながら何もしないのも居心地が悪い。こういうわけで、いやいやながらも俺は父の仕事を手伝うことになった。しかし、漁師の仕事は予想以上に辛かった。興味もなく、全く慣れない仕事。にもかかわらず、父の指導は厳しいので、俺は何度もくじけそうになってしまった。俺のやる気を特に削いだのは、体力勝負かつ長時間労働なのに、儲けがほぼ皆無ということ。こんなに働いてるのに、全然儲けにならねえじゃん。今は不良だからな。どうにかならないの？こっちに来い。不良について悪態をつくと、父は俺を養殖場に案内してくれた。そこにはなんと大量のウニ。ウニなんてすごいじゃん。売ればいいのに。これは売り物にはならねえ。父曰く、ここ最近の不良はこのウニが原因らしい。本来ウニは冬になると活動を控える生き物だが、最近は温暖化のせいで常時活動するようになってしまった。活動を続けるためには海藻を摂取することが必要だが、見境なしに繁殖するため、最終的には海藻が消滅。すると磯焼けが起きてしまうわけだが、ウニは何も食べなくても長時間食べられるため、駆除がまるで追いつかないそうだ。このウニを有効活用できないかと父は考えているそうだ。ただ、磯焼けを起こした海のウニは身が痩せていてとても売り物にならない。そこで野菜を食わせる方法を試しているそうだが、野菜とてただで手に入るものではない。何をするにもお金が必要なのだ。それならクラウドファンディングでお金を集めてみたら？なんだって？活動をプロジェクト化してネットを使った広報活動もするんだ。俺は企画部時代の経験を生かし、すぐさま諸々の準備に取り掛かった。磯焼けしている海に海藻を取り戻す計画として、
活動風景の発信等を開始。それが功を奏したのか、クラウドファンディングで無事目標額を達成する。出資金を使って様々な試行錯誤を繰り返し、俺たちはウニにいろいろな野菜を与えてみた。するとどうやらウニは葉物の野菜を好むらしいことを突き止めた。早速葉物を与えると、ウニは以前とは別物のような成長を見せ、割ってみるとぎっしりと実が詰まっているようになった。これくらいなら売っていいんじゃないの？ああ、大丈夫そうだ。父の OK が出たので、次は売り物になるレベルまで大きくなるのを待つ。そして試食会を開いた。なんだか食べやすいな。臭みが少ないね。苦味も少なくて甘みが強い。美味しいと思うよ。ちょっと苦手だったんだけど、これなら食べられるわ。集まってくれた地元の人たちは、口々に高評価を下してくれる。だから俺は思わずガッツポーズしてしまった。一方、父は真顔で試食会を見ていたが、その表情からは満足感をにじませていた。試食会での手応えは十分。すぐさま販売が開始され、噂を聞きつけた地元の人たちが買い求めた結果、すぐに完売。やったな。父は称賛してくれたが、まだまだここからである。全国展開を実現させるため、俺は広報活動をさらに活発化させた。食べた人たちがインターネットや SNS で拡散してくれたこともあり、地元での売り上げは上昇。俺たちはさらなる事業拡大が可能になった。2年後、自社ブランドのウニとして本格販売が始まった。これまでの広報活動の効果もあり、販売が始まるや否や、全国ネットのメディアでも取り上げられるほどの話題となる。まさか、ここまで売れるようになるとは。ここまで大ごとになると、さすがの父も驚きと喜びを隠しきれない様子。俺、一応企画部にいたから、こういうのは得意なんだよ。お前のおかげだな。ありがとう。俺は初めて父に褒められたので、唖然とする。しかし父は何事もなかったかのように振る舞っていた。いつの間にか俺は漁師という仕事にやりがいを感じていた。正直、実家に戻ってよかったとさえ思っている。そうだ、大手食品メーカーから丁寧な打診があったんだよ。担当者と会うことにしたから、父さんも一緒に来てくれない？いい儲け話だと思った俺は、父と共に待ち合わせ場所へ。相手が指定したのは、有名な高級料亭。会社勤めをしていた頃、提携を持ちかける側として、交渉の場に立ったことがある。しかし、受け手になるのは初めてだから、緊張してしまう。料亭の廊下を歩いていると、横の通路から一人の男性が現れて、思わずぶつかりそうになる。俺はその人を見てぎょっとした。熊沢さん。どうしてこんなところに？よく見てみると、熊沢さんはハンカチで手を拭いている。どうやらトイレに行った帰りだったようだ。そういえば、お前の実家は漁師だったな。熊沢さんは俺と父を見てゲスな笑みを浮かべる。ここどこだと思ってるんだ？
入る店を間違えたのか？スーツを持っていない父は普段着姿だ。俺もファッションに興味がないから普段着。ここに来るような服装ではないと言われたらそこまでだが、面と向かってそれを嫌味たっぷりに言うとは不快極まる。こんな奴を慕っていたとは。その口の聞き方、無礼ではありませんか？交渉では最悪かと。俺は怒りを押し殺し、落ち着いた口調で告げる。お前らみたいな田舎の漁師に丁寧な対応？冗談だろ。料亭の価値が下がるだろ。ほらさっさと海に帰れよ。しかし熊沢さんは俺たちを嘲笑するのみ。俺は失望して、父さん帰ろうかと振り返る。そうだな。振り返った時、俺は父が熊沢さんを睨んでいるのに気づいた。そして俺たちはきびすを返す。お待ちください。俺たちが帰ろうとすると、廊下の奥から血相を変えて上司が駆け寄ってきた。当然、熊沢さんは驚愕する。なぜ話もまだなのに帰ろうとなさるのですか？そちらの担当者から帰れと言われまして。俺が思った通りのことを言うと、上司は、何？熊沢、本当か？わざわざお越しいただいたのに、なんてことを、と激高。え暴言について報告された上司は、熊沢さんを叱責。なかなか状況を飲み込めない熊沢さんだったが、事態を理解すると顔面蒼白になり、頭を下げて謝罪してきた。誠に申し訳ございません。部下が大変なご無礼を私からも謝罪いたします。熊沢さんの態度は許しがたいものだったが、それでも俺は、いいんですよ。それじゃあ話を始めましょうか。と交渉を開始する。ウニを売り込む絶好の機会、稼ぎのチャンスなのは間違いないからだ。しかし、交渉に入った後、父は堅くなに首を縦に振らなかった。はっきりと、オタクと契約する気はないと告げるありさま。これには俺も困ってしまった。熊沢さんの態度が気に入らないのはわかるが、ここは柔軟になってほしい。父さん、そんなこと言わないでよ。いい話なんだよ。もっといい条件をご希望ですか？それなら喜んで従わせていただきます。いや、どれだけ条件が良かろうと、息子を退職に追い込んだやつと契約はできん。その言葉を受けて、熊沢さんはブルッと震えた。驚いた俺が見たのは、怒りに満ちた父の横顔。退職の件を母には話したが、父には一切伝えていない。つまり、母から聞いたのだろう。今まで一度もそんな素振りを見せてはいなかったが、父は俺を退職に追い込んだ熊沢さんを強く憎んでいたのだ。いやいや、仕事のためだよ。過去のことは水に流そうよ。ダメだ。絶対に許さん。帰るぞ。そんな、お待ちください。俺の訴えに耳を傾けることなく、父は一方的に交渉を打ち切ってしまった。それでも食い下がる熊沢さんと上司だったが、無駄な抵抗で、俺たちは結局帰ることに。もったいない。せっかくの儲け話だったのに。金は問題じゃない。残念がる俺とは対照的に、
父は全く気にしていなかった。俺としてはこんなにも早いタイミングで大手企業が食いついてくれたのは予想外だったから、多少無理してでも受けるつもりだったのだが、しかし社長は父だ。仕方がない。まあ他の会社からも話が来るかもしれないしね。そうだ。こんなにうまいウニを見逃してはないからな。興味を持ってくれる会社が他に存在することを祈りながら、俺たちは今度に期待して帰宅。家に戻ると父は海の様子を確認へ。俺は母に今日の一部始終を報告する。せっかくのビジネスチャンスだったのに。お父さんそういう興味ないから。だけど養殖を始めたのは少しでも儲けを増やすためだろう。それもあるんだろうけど。母はそう言って窓の方を見た。その先には当然海がある。本当はね、魚が取れる海をあんたに残したかったのよ。磯焼けした海なんてあんたには渡せないってよく言ってた。だからウニの養殖を始めたの。え？金を稼いで生活を楽にするためじゃなくて？どれだけお金を稼いでも漁を続けられないんじゃ意味ないのよ。てっきり金のために始めたとばかり思っていたから、俺は思わず面食らってしまった。まさか漁師になることを拒否した俺のために動いてくれていたとは。ウニの養殖が軌道に乗ったことで、海の修繕は順調に進んでいる。このまま進めば海藻も育って、また昔のように魚が取れるようになるだろう。ウニだけでも生活できるかもしれないが、父はこれからも漁師をやるはずだ。俺もまた一緒に海に出るようになって2年以上が経ち、今の生活も悪くないかなと感じ始めている。自然に左右される仕事ではあるが、知恵を絞れば何かしらやりようはあるのだ。父さん、別の食品メーカーと提携することになったよ。ほら見ろ。別の食品メーカーとの提携が決まった。それはすなわち、全国にウニを届けることが可能になったことを意味していた。しかし父は、その件について報告されて笑顔になったりはせず、それで当然とでも言いたげな表情だった。ウニの売り上げは上々。今では地元の廃棄野菜を無償で入手できるようにもなり、コストの削減さえも行えるようになった。提携先の担当者曰く、需要はこれからさらに伸びるだろうとのこと。本当にありがたい話だ。そんなある日、以前の会社の元同僚から熊沢さんの退職の知らせを聞いた。お前のところの交渉でやらかした後、いろいろ悪い噂が立ち始めて、社長が調査させたんだ。そうしたら出るわ。お前が手柄を横取りされた後も、他のやつを食いつぶしていたらしい。どうしてみんな抗議しなかったんだ？お前の末路を見ていたからだろうな。罪をかぶせられてクビになるのが嫌だったんだろう。俺を見せしめにして好き放題やってたってわけか。とんだ悪党だな。それで今、熊沢さんは？どこに行っても悪い噂がつきまとって再就職は無理らしい。家業とかもないから今はどこかでバイトしてるって聞いてる。それを聞いたとき、なんだかんだ俺は幸せ者なんだなぁと思った。
家業のおかげで噂とかそういうものとは無縁の仕事をやれているからだ。お前、今ならこっちに戻れるぞ。どうだ？悪いけど、俺はこっちに残ることにしたから。残念だな。そう言うなよ。今度ウに送ってやるから。元同僚との電話を終えた俺は、目の前に広がる海を見た。そして大きく深呼吸する。俺は会社員としてではなく、漁師として生きる。漁に出るのは今でも大変だが、自然と共に仕事するのは楽しい。それに調べ物好きな俺にとって、養殖はいわば天職。磯焼けしてしまった海を何とかするための活動も試行錯誤を重ねているが、前には進んでいる。いつの日か必ず海を蘇らせる。父がそうしてくれたように、俺も海を守りたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。